これでクリアじゃない。一時はどうなるかと思ったけど。ってあれお腹が鉄板仕込んでる1億2000万人のアーケードゲームファンの皆様こんにちは。レトロアーケードゲームゆっくり実況、始まるよ。女性が爆弾を投げるゲームはいいバカゲー。またバカゲーですか。というわけで今回攻略するのはこのゲーム。コナミが1991年に発売したアクションゲーム、サンセットライダーズのワンコインクリアに挑戦します。操作は8方向レバーに2ボタン、射撃ボタンとジャンプボタン、射撃ボタンとレバーの操作により8方向へ攻撃が可能。レバー上とジャンプで上の段へ登る。レバー下とジャンプで下の段に降下が可能だ。ナムコのローリングサンダーみたいね。ちなみにこの昇降中は完全無敵となっている。ただ着地時は無防備なので注意だ。死にたくなければ走れ。死にたくなければ走れってなんなのよ。死にたくないんだから走る。当然だよな。レバー斜め下とジャンプでスライディングが可能。スライディングには無敵や攻撃判定はないので、移動手段として使うことになるだろう。以上がこのゲームの基本操作だ。鶏が逃げてきてるけど。さあ牛だ。死にたくなければ走れ。いや返しろ。デビル、バッファロー、段落ナンバーワン。バッファローマンのテーマの悪魔のモーグーなんて誰が知ってるのよ。牛に引かれたり画面外に追い出されるとアウトだ。無敵時間中でも容赦なくミスになるぞ。牛が強いゲームねー。牛が強いゲームって空手道、ドトーグー、ファイターズヒストリーダイナマイト。あと他に何かあったかしら？ステージ1のボスはサイモン。懸賞金は1万ドル。円安ならありがたいわね。ボスの前にタルが邪魔しているので、タルを攻撃して落下させるんだが、落下するタルに当たるとミスになる。あとは攻撃に当たらないように撃っていれば大丈夫だ。このゲームは時期は8方向にしか攻撃できないんだが、敵は32方向ぐらいに攻撃してくるから注意だぞ。なんでそんな理不尽なのよ。時期の当たり判定は見た目通りの大きさだ。そのため敵の攻撃を避けるのが難しい。基本的には撃たせる前に倒すのが理想だが、ボス戦の場合はそうも言ってられない。敵にはなるべく斜め方向には撃たせないようにしたい。斜めに撃たれるとそれだけで画面の半分を制圧されるからな。例えるならガロスペのギースの疾風剣といったところか。なるほど。さてステージには馬でかける強制スクロールステージだ。さっき説明したが敵に撃たせてはならない。馬に乗っているとスライディングができないためだ。幸い緑の雑魚は撃ってくるまで間があるから、下から出現した場合は斜め打ち、上から出現したら斜め打ちではなく、ジャンプして水平打ちで倒すのがいい。なんで上と下で違うの？下は他に方法がないってだけだが、斜め打ちだと画面の関係で攻撃範囲が狭くなってしまうんだ。なので上の敵は水平に打てば素早く倒せる。あと時期は画面の中央より少し前に位置するといいだろう。左下から出現する青い雑魚を倒しやすくなる。この馬でかけるステージは6面にもあるから、この位置取りはそっちでも有効だぞ。ところで選べるキャラって4人いるようだけど、何か違いがあるの？それじゃ使用できるキャラの紹介をしようか。まずはスティーブとビリー。武器は拳銃タイプだ。拳銃は連射ガックが攻撃範囲が狭い。次はボブとコルマーノ。武器は散弾銃タイプだ。散弾銃は連射が効きづらいが攻撃範囲が広い。使用キャラについては以上だな。要はキャラは4人いるけど、実質拳銃タイプか散弾銃タイプの2種類ってことね。そうなるな。ちなみにどっちがいいの？まあ散弾銃タイプかな。やはり攻撃範囲が広いというのが強みだ。まあ拳銃タイプも弱いわけではないから、自分の使いやすい方でいいと思うぞ。あとこのゲームにはパワーアップアイテムがあって、建物の中に入るか地面に落ちているか敵が持っている袋の中に入っている。銀色の拳銃のマークを取ると武器が2丁拳銃になる。2丁拳銃は拳銃タイプは2方向へショットが可能となり、散弾銃タイプは攻撃範囲がさらに広くなる。金色の拳銃のマークを取ると武器がパワーアップ。パワーアップすると連射性能や弾の速度が上昇する。さて馬を降りるとボス戦だ。列車の向こう側に待ち構えているぞ。かっこいい演出ね。このアングルがいいなぁと思ったら、結局黒沢さんのアングルなんだよな。いやまあ荒野の7人はリメイクだけども、ステージ2のボスはホークアイ。ステージ2のボスはホークアイ懸賞金は2万ドル。こちらの攻撃を遮蔽物やローリングで回避してくる。ボス戦全般に言えることだが、ボスよりもまず周りの雑魚を優先して倒すのがいいだろう。雑魚を一定数倒せば出てこなくなるため、あとはボスとじっくり戦えばいい。
ホークアイは避けられても構わず攻撃だ。一定ダメージを与えるとこちらに飛び込んでくるが、しゃがんでいれば攻撃には当たらない。これでステージ2クリアだ。得点の値がドルなのね。ステージ2層をクリアするとボーナスステージが始まる。出現した敵をレバーの方向と攻撃ボタンで倒す。モグラ叩きの要領となっている。敵は全部で50体でパーフェクトで3万ドルだ。レバーの斜めって結構入れづらいわよね。そうなんだよな。敵の出現位置を追うのは簡単なんだが、レバーを斜めにピンポイントで入れるのが難しい。このボーナスステージだけに関しては十字キーの方がいいかもな。まあ得点を気にしない人には関係ないんでしょうけど、X センドがあるなら頑張った方がいいかもね。X センドは初回2万点で、それ以降は20万点ごとに入る。あら結構入るのね。とはいえ残機がすぐに解けるゲームだからな。このゲームは道中は慣れれば大したことないんだが、とにかくボス戦がしんどい。特にステージ4と6のボスが私は苦手だ。ちなみにこのゲームは全8ステージ構成だ。まだまだ始まったばかりね。意外と長いゲームだぜ。次のボスは国王号に騎乗しているぜ。馬も変な仮面つけられてかわいそうね。さてステージ3はステージ1と似たような構成だな。ただ道中で吊り下げられている岩や樽を攻撃すると、落下してきて当たるとミスになってしまう。あとは女性キャラが投げてくるダイナマイトにも注意だ。投げ返せ、やばいでとか出てくるやつね。ダイナマイトが爆発すると広範囲に爆風が広がる。爆発する前のダイナマイトは射撃ボタンで拾って投げることが可能だ。ただ攻撃していても優先して拾ってしまう。なので無理に投げるより爆発するのを待った方が安全だ。ここは一旦待って背後からの敵を倒す。そして樽を落とした後前進し上部の敵を斜め打ちで倒す。綱渡り中は真上にジャンプしかできないので注意だ。連続してスライディングできるのね。某ゲームのマクシームを思い出すけど。さて画面端に到達でボス戦だ。ステージ3のボスはダークホース懸賞金は3万ドル。ボス戦開始と同時に上へ飛び乗る。そのままだと馬に引かれてしまうからな。馬だけガチガチに武装してる割に、乗っている方は上半身裸なのね。馬が本体かもしれないな。まあ裸のおかげでボスの耐久力は一番低いぞ。はい終了。筋肉で弾丸を止めれるわけないだろ。半間裕次郎なら止めれそうな気がするわね。初期に麻酔銃食らってただろ。さて次のステージは道中がなくボス戦のみとなる。何このお姉さんは？店の中が占拠されてしまったようだな。なんでこの姉ちゃんだけ飛び出してきたのか不明だが、占拠したのはボスのスミス兄弟という二人組だ。懸賞金は4万ドル。ということはボスが2体いるわけね。このボスが前半戦の山場だ。対象を知らないと一方的に蹂躙されることになる。ボスは緑の服が爆弾を投げ、水色の服がランタンを投げてくる。ランタンは壊れると一定時間地面で発火。爆弾は画面上まで爆風が広がる。なので爆弾をジャンプで飛び越えることはできない。さらにランタンの火が邪魔をして逃げ道を塞がれる。そして中央にあるシャンデリアがくせ者で、ジャンプすると勝手に掴んで飛び乗ってしまう。なので攻撃を避けようとジャンプすると勝手に掴んでしまうことがよくある。どうやって倒すの？攻略は、まあ私の動きを参考にしてくれ。なんじゃそりゃ。右に捉えられている女性を助けると、ボスの攻撃が一定時間止まるので、危なくなったら助けるのがいいだろう。ボスは気合よけよりパターン化するのがいいと思う。突然何が始まったのよ。助けたチャンネルたちがお礼に踊ってくれているようだ。素晴らしいダンスだから当然スキップなんかできないぞ。動きが3種類ぐらいしかないんだけど。ちなみに青色のビリーだけこのダンスから背を向ける。どうやら童貞のようだな。もしかしたらそっちに興味がないのかもね。さてリチャードというやつに賞金がかけられたようだ。そしてリチャードには3人の用心棒がいるらしい。後半戦はこいつらと戦うことになる。賞金額も高そうね。うわ10万ドル。だいたい1000数百万ぐらいだな。1000万で命をかけると考えると、微妙かしら。ステージ後は貨物列車の上を進んでいく。前半は特に危険な箇所もないが、出てきた敵を確実に倒していけば大丈夫だろう。ちなみに金と銀のパワーアップアイテムを取ると、時期が点滅して一定時間無敵になるんだ。なのでパワーアップしている状態でも積極的に取るといいだろう。今更だけど舞台設定がゴリゴリの西部劇ね。アメリカで人気が出そうな作品なんじゃない？実際日本よりも海外で人気になった作品だしな。アメリカでは西部劇って日本の時代劇みたいな感じらしいわね。日本人が水戸黄門を見るようなもんか。さて列車の先頭でボス戦だ。
ステージ5のボスはエルグレコ懸賞金は5万ドル。グレコは盾でこちらの攻撃をガードし、判定の大きいムチで攻撃してくる。ルナークに続いてまたムチですか。攻略はまずムチの届かない距離を取って、ボスが動いたらボスのいた方向へジャンプ。再度距離を取ってボスがジャンプしてきたら、交差するように歩きながら攻撃して、距離を取るように離れる。基本的にはこれの繰り返しだ。とにかくムチの届く距離から逃げることが大事だ。ムチはとんでもなく範囲が大きくて後ろにも攻撃判定があるからな。聞けば聞くほどルナークなんだけど、ムチは銃よりも強し。聞いたことないわよ。服のヒートロッドだって要はムチのことだからな。接近戦では強いかもしれないぞ。そもそも銃相手に接近戦するかって話だけど。さて使用キャラがコルマーノの場合、ボスのグレコを倒すと特別な演出が入る。あらそうなの？一人だけ専用演出があるなんて珍しいわね。グレコがソンブレロを投げたソンブレロをコルマーノが被るんだ。ソンブレロの色が変わるのね。この演出はかっこいいと思うぜ。そのため同じ散弾銃タイプのボブを使う価値がほとんどないと言えるな。なんでそんなに差別化されてるのかしらね。さて2回目のボーナスステージだから、今のうちに移植について解説しようか。お願いするわ。と言っても国内で移植はアーケードアーカイブス以外出ていない。あらそうなの？移植されていても良さそうなゲームだけど。たださっきも言ったが海外で人気のあったゲームなため、海外では移植されているんだ。基本的に海外のものは紹介しないんだが、まあせっかくなんで紹介しておくか。最初の移植はジェネシスで1992年に発売。使用キャラがビリーとコルマーノの2人に減少し、ステージの数も4つと大きく削減。移植というよりも別バージョンといった作品になっている。次の移植は1993年に SNES で発売。使用キャラは4人のままで一部の箇所を除いてアーケード版と同じ構成になっている。ちなみに本来このステージのボスはチーフスカルペムという名前だったんだが、移植の際にチーフイズワムという名前に変更されている。チーフスカルペムってどういう意味なの？敵の頭皮を剥ぎ取る長という意味だ。まあ配慮しているのでしょうね。それにしてもガンガン前に突っ込んでるけど、そんな進め方で大丈夫なの？このステージはむしろガンガン前へ進んだ方が安全だ。じっくり進めると敵の矢がどんどん飛んでくるし、火矢も混じるから地面が燃えてしまう。なのでステージ開始からスライディングで画面先頭まで進んで、敵の配置を覚えて速攻で倒す。これが一番確実だ。さてこのエレベーターから飛び降りると、このゲーム唯一の1アップアイテムが入手できる。X 鮮度もあるから残機が結構増えるわね。ただここのステージのボスがこのゲーム最強のボスだ。少しでも操作をミスするとあっという間に残機が解ける。なのでここが踏ん張りどころだ。随分と弱気な発言ね。ステージ6のボスはチーフイブワム懸賞金は6万ドル。攻撃はジャンプして岩の乗って、時期に向かって扇状にナイフを投げてくる。うわ4本も投げてくるの？横スクロールでありながらさながらシューティングのような攻撃をしてくる。コナミさんのサービス精神には本当に脱帽だ。などというとでも思ったか。2リアクションでこんな攻撃をしてくるんじゃない。あれ？でもナイフの数が3本に減っているわね。実はこのゲームランク制があってな。ノーミスで進めるとボスの攻撃が変化するんだ。まあだからといって3本も4本も大して変わらないがな。攻略のコツはなるべくボスの真下にいるようにすることだが、どこの岩にジャンプするかは完全にランダムだし、着地時に距離が近いと切られてしまう。剣で銃弾をガードしてくるのね。散弾を食らっても軽傷なんてあっしまーかこいつは。うわ危ない。ナイフの隙間を避けれるもんなのね。できればやりたくないがやらなきゃいけない場面はある。ってしぶてー。あっしまーかこいつは。同じ例えをするんじゃないわよ。まあでも散弾が軽傷でしぶといし空を飛ぶ。やっぱり実質あっしまーかしら。ロックマンだったらこの攻撃も納得なんだがな。スライディングあるしね。いやそろそろ倒れてくれないと私の集中力が、時が見える。しっかりしてよここは地球でしょ。これで無事ステージ6クリア。なんかララーの色の服着てる女性が出てきたじゃない。どうやら妹でリチャードに利用されていたみたいだな。いくら利用されていたとはいえ、この私に刃を向けた事実は覆らない。あの世でじっくり反省しろ。いやまるで悪役みたいなセリフ。というのは半分冗談だが、半分かい。いよいよ残りは2ステージ。ステージ7はステージ2で登場した馬でかけるステージだ。
攻略に関してはステージ2と同じで、前方よりやや前に位置していればいい。前のボスでやられてパワーダウンしてしまっているが、道中で金と銀のアイテムが出るため大丈夫だ。あとはボスまで突出すべき点もないし、少し話題を変えるか。このゲームは2人同時と4人同時の基盤が存在していて、明らかなら両方収録されているため、友達とワイワイ遊ぶことが可能だ。それは面白そうね。まあ4人だと画面がごちゃごちゃになって、いつの間にかミスすることが多いがな。あとは BGM も良質なものが多い。古川元敦と福井健一郎氏が作曲しているからな。見た感じ面白そうなゲームだし、もっと国内に展開してもよかったのにね。このゲームと似たようなテイストの作品でミスティックウォリアーズというものがある。こちらもマニアに人気のある作品だが、サンセットライダーズ同様国内に移植は一切ない。明らかに移植されるのを願うばかりだな。コナミの作品にしては珍しく両方とも不遇な扱いだったのね。さらに補足するとコナミは海外のみで発売した、ワイルドウェストカウボーイオブモーメサというゲームがある。これはアメリカで放送されていた番組なため、日本で知っている人は皆無だと思うが、内容はこのゲームのテイストがかなり残っている。キャラは全く違いど近い作品となっている。まあ日本で遊ぶにはハードルが高すぎるがな。アメリカでも稼働してないと思うけど、さあそんな話をしている間にそろそろボス戦だ。ステージ7のボスはポコロコ懸賞金は7万ドル。攻撃は高い場所から機関銃でこちらに攻撃してくる。こいつの発射する弾の角度がかなりいやらしい。角度が全て斜めなため回避が難しいんだ。攻略もこの機関銃の弾をなんとか避けるぐらいしかない。あとは雑魚を優先して倒すのを忘れないようにな。こいつの出す弾もランクによって変化するが、まあ大して気にするような差でもない。私はどの角度が来たらどう避けるか決まっているから。パターン化してるし当たることはないぞ。本当ですか？この攻撃は死ぬー。スライディングが早すぎたわね。私の反応速度が高すぎただけだ。早すぎて逆に当たるみたいな。目の良さが命取りだったわね。ダバレー。お、やったわね。あれ？バイバイ。なんですか？ただのトリガーハッピーだろ。これでステージ7クリア。次はいよいよ最終ステージだ。残機が半分になったわね。まあラスボスはしぶといだけでそこまでじゃないから。これぐらいの残機ならクリアはできるだろう。というかダイナマイト持っていたのね。この先が敵の本拠地だ。中はさながら要塞のようになっている。お金持っていそうだもんね。さあ最終ステージだが、爆弾が仕掛けられているため上を進むのは危険だ。ここも一気に戦闘まで突き進む。銀のアイテムを回収して火をする。ここも同じように爆発する。ここまで来たら一旦進むのを止めて敵を倒す。この先にはガトリングガンが設置されているため、急いで進むと蜂の巣にされてしまう。ガトリングガンの敵を倒したら前進。あとはゆっくり雑魚を排除する。ガトリングガンが使えそうね。せっかくあるんだし使った方がいいんじゃない？これで柵を壊さないといけないみたいだし。柵を壊すのは雑魚を全滅させてからだ。ガトリングガンの操作に癖があって、雑魚を残したままだと危険になる。雑魚は一定数倒せば出現しなくなるので、そこからガトリングガンを使えばいい。ガトリングガンの操作はレバーを入れた方向に銃口が向く。リバース操作に慣れていると最初は戸惑うだろう。水車に乗って上の段へ。ここも敵が大量に襲ってくるが、慎重に進めるのがいいだろう。この先はもうパワーアップアイテムが出ないからな。まあミスすることはないと思うが、初期状態になるとラスボス戦がしんどいからな。ここは岩が転がってくるので今ジャンプをしたでしょうが。大丈夫？それはこっちが聞きたい。大丈夫なのこれ。知らんがな。まあでもやるしかない。ここも先ほどと同様にガトリングガンで柵を破壊する。右から雑魚が出現するため、出現しなくなるまで倒すんだ。ところで雑魚の色違いって何か意味あるの？なんとなく緑よりグレーっぽい方が弾を発射するのが早い気がするな。まあ私の体感だから信用しないでくれ。ハリーアップってせかされているわよ。ハリーアップは2段階あって、もう1回大きなハリーアップが出ると、永久防止の鳥が出現する。鳥が永久防止のゲームって多いわね。さあいよいよラストスパートだ。この段差の敵を倒し上へ登る。周りは無視してさっさと登って大丈夫だ。赤い絨毯が見えてきたわね。こいつがラスボスのリチャード・ローズ懸賞金は10万ドル。
ナルシストの紳士って感じね。リチャードはまず上段中央でこちらに射撃をしてくる。リチャードの周りは石像で守られているため、まずこの石像を破壊する必要がある。ただ雑魚が画面外から次々と出現するため、まずは雑魚が出なくなるまで優先して倒すんだ。でも敵の弾がどんどん飛んでくるわよ。リチャードの周りを動くようにすればいい。上昇中と下降中は無敵だからそれを利用するといいだろう。着地を狩られないように雑魚はすぐに倒すことだ。パワーダウンの弊害が出てしまっているが、今のところ順調だな。またそうやってすぐ油断するんだから。霊夢よこれは油断ではない。じゃあ何よ？慢心だ。一瞬考えたけど似たような意味。これだけ残機を失っておいてよく言うわ。さてこれで出現する雑魚はいなくなった。あとはゆっくり石像を壊すことにする。石像を壊したらどうなるの？リチャードが動き出して最終決戦になるぜ。しかし賞金区切って殺してもいいものなのかしら。西部開拓時代は死体でも賞金が出たようだぞ。ただ現在では生きたままじゃないと懸賞金は出ないし、殺してしまったら逆に犯罪者になるからな。みんなは注意してくれよな。誰も真似しないわよ。さてリチャードが動き出したので本番だ。リチャードは動き回ってこちらに攻撃をしてくる。さらに同じ横のラインにいるとスライディングで弾を回避。ってあれ上昇中は無敵じゃなかったっけ？いやどうやら位置がずれてしまったようだ。そのせいでただのジャンプになってしまったようだな。私としたことが。って残機がもうないじゃないか。今気づいたんかい。あれだけ残機があったのに。こっち来んな。でもラスボスも赤くなり始めているし、もうすぐ倒せそうなんじゃない？あ、やったわね。これでクリアじゃない。一時はどうなるかと思ったけど。ってあれ？お腹が鉄板仕込んでるこいつは一回復活するんだぜ。まさかボスが死んだふりするとは。スーパードンキーコングのキングクルールやリアルバウト画廊伝説のホワイトだけかと思ったわ。言っておくけどその2つの作品よりもこれが先だからな。ただ復活しても攻略は同じだ。リチャードのスライディングは攻撃判定があるため、近づくことは厳禁だ。攻略は上から攻撃して、撃たれたら下に降りて攻撃。リチャードが走ってきたら上に逃げる。その時リチャードが反対側へ逃げるかそのままの位置かでこちらの動きを変える。そのままの位置ならこちらが反対側へ移動。あとはその繰り返しだ。私の操作ミスさえなければな。怖いこと言わないでよ。そもそもあんな鉄板で銃弾なぞ防げるものか。よくペンダントで守られることあるじゃない。あれも条件によっては可能みたいよ。3弾は無理だろ。もう限界だ。早くしねえ。やったぜ。もう復活しないわよね。これで本当に終わりだ。無事にサンセットライダーズ1コインクリア達成だ。さて完走した感想ですが、さすがコナミ作品だけあってクオリティは高く、西部劇の世界観をしっかりと取り入れており、アクションゲームとしても楽しめる良作となっております。残念なのは知名度の低さですが、これを機会に明らかで遊んでみてはいかがでしょうか。これでエンディングなのね。ただ実はこのゲーム2周エンドでな、敵の弾の速度が上昇しボス戦の雑魚の数が増加。ステージ6のボスのナイフの数が増加などしている。あらじゃあ2周目は挑戦しないの？いや勘弁してください。挑戦してもいいけど他のゲームの攻略に支障をきたす。そういうのはこのゲームを極めた人にお願いしてもろて。まあ今回は見逃してあげるとしましょう。さてそれじゃあこの辺で終わるとしようか。これからもこのチャンネルでは様々なレトロアーケードゲームをプレイしていくので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントももらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。